皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。超久しぶりのゲームまとめ紹介。最近ピックアップ系多かったんで、視聴者さんを選んでしまう動画ばかりで申し訳ないです。今回はちょっと前に超話題となった新作タイトルや、新作オープンワールドペット育成 RPG から日本が代表する MMORPG、人気 IP を採用したアクションゲーム、さらに韓国からちょっとダークなアニメ調 RPG など注目作をババッと紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。ちょっとお知らせ、ゲーム系ガジェットのサブチャンネルを公開しているので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルは、新進気鋭スタジオサロアシススタジオが手掛ける超話題作リワイディングケイデンス。中国語タイトル名はグイフワンで良いのかな。巻き戻しや立動といった意味で、このゲームは時間のループが大きなテーマとなっています。舞台となるのは滅びまで残された時間が42日と決まっている不思議な星。プレイヤーはリワインダーとして死をきっかけに時間を巻き戻しながら何度も同じ時間をやり直していきます。選択を誤れば死亡。けれど次の周回ではその記憶がプレイヤーにとって武器となる。そんなローグライク的緊張感と物語分岐の深みが見事に融合した新作。特筆すべきはゲーム内の選択肢が20面サイコロによる判定システムで構成されていること。これは TRPG や CRPG でおなじみの確率と成長の要素をゲーム進行に大胆に取り込んだシステムで、プレイヤーの能力、選択、タイミング次第で運命が大きく分岐するのが醍醐味です。またこのゲームはただの美麗オープンワールドにとどまらず、空中を滑空するためのアイテムグライディングボックスを使いこなせば、山の山頂から谷底まで空、陸、水を自由自在に駆け巡ることが可能。さらに NPC との関係性も非常にリアルで、街で暴れたり盗みを働くと即指名手配がかかり警備隊に追われる羽目になるなど GTA 的な自由さも内包しています。プレイヤーの行動次第で物語が変わるマルチエンディング構成も導入予定で、探索の自由さと選択の重みが同居する設計。すでに中国のタップタップでは10万人以上が予約登録を済ませ、ビリビリの PV 再生数も数百万を突破。7月にはビリビリワールド2025での体験出展が予定されており、今後の展開からも目が離せません。サロアシスタジオはもう一作注目のタイトルを準備中で、それは超高速アクション FPS 運命のトリガー。こちらは近未来のディスピア世界を舞台にスピード感あふれるガンプレイとマルチキャラ操作が売りのタイトル。リワイディングケイデンスとは真逆の刹那と反射神経が試される作品で、同スタジオの多様な開発力の片鱗を感じさせます。時間を操る自由と行動が世界に影響を与える重み、この2つを巧みに掛け合わせたリワイディングケイデンスは2025年を代表するポテンシャルを秘めた RPG としてこれから多くの注目を集めていくと感じられます。ということで7月のビリビリワールド2025に出展ということで、実機プレイ映像など新たな情報が公開されると思うので、引き続き情報を追っていきたいと思います。続いてのタイトルは日本が誇る MMORPG ファイナルファンタジー14モバイル。6月19日より中国で先行配信されており、開発はあのモバイルなどで知られるライトスピードスタジオとスクエア・エニックスの共同タッグ、この2社が手を組んで世界的人気 MMO FF14 のスマホ版を送り出すということで、世界中のファンから期待されております。つい先日2025年6月19日にリリースされ、当初8月予定だったものが大幅に前倒しされて中国で先行リリース。現地ファンからは嬉しい悲鳴となっていて、非化線増殖中ですね。監修を務めるのはもちろん FF14 の顔ともいえる吉田直樹さん。オリジナル版と世界観やシステムの連続性がしっかり守られています。これは本当に14だと感じられる作りを目指しているとのこと。ゲーム内容としては新生エオルゼアのストーリーをベースに5種族9ジョブを実装していて、バトルやスキル回しもしっかり40らしさを感じられる作り込みとなっております。MMO 初心者から熟練の非化線まで楽しめる幅広さが魅力です。また操作性についてはライトスピードスタジオのノウハウであるPUGモバイルで培われた UI 最適化技術を活かし、
バーチャルスティックでの移動やタップによるスキル発動など、モバイルとして最適化されております。また、オートラン機能や簡易戦闘なども実装されていることから、かなり片手でも操作可能なレベルまで落とし込まれています。パーティー編成も直感的で、バーストタイミングやギミック処理もスマホでサクサクこなせるよう設計されています。さらに本作はガチャなしの課金スタイルとなっていて、FF14 らしくマウントや衣装、エモートといった見た目系の課金が中心でプレイは無料。努力と実力で進める MMO がスマホで実現しました。現時点で中国向けに特化した展開ではありますが、グローバル展開もすでに視野に入っており、日本語版の発表こそまだですが、テンセント側は世界市場向けの大型 MMORPG として位置づけており、展開の幅は確実に広がっていくはずです。そして何より注目されているのが PC 版とは違う軽量なコード設計で、アップデートのしやすさや動作の軽さなど、スマホならではの利点を生かしたモダンな運営が期待されております。これがもしうまくいけば、既存の MMO のスタンダードすら変わるかもしれません。PC とのクロスプレイがないので、既存の非課線が果たして改めてやるかどうかは微妙ですが、この課金モデルが成功すれば、割と他のジャンルでも活かせるのかなといった感じです。とはいえ、過去に同じようなことをやったタイトルが失敗している経緯もあるので、FF14 という IP パワーでどこまでこの課金モデルが通じるのかものすごく見ものです。で、スマホ版 FF14 モバイルを一足先に触ってみた感想を簡単にお伝えすると、結論はこれかなり良いです。スマホ向けに最適化された FF14、想像以上にしっかり作り込まれていて驚きました。操作性も良くて UI も分かりやすい。これは日本でリリースされたら間違いなく流行ると思います。まず驚いたのが、あの FF14 がしっかりスマホに落とし込まれていること。操作性もバッチリで UI 周りも直感的に整理されていて、初見でもかなり分かりやすい印象でした。マルチプレイはまだ本格的に試せていないんですが、バトルはかなり良い感じ。原作 FF14 のスキル構成や役割分担のシステムはしっかり踏襲されていて、さらにモバイル版ならではの回避操作が加わっていて、アクション性がぐっと上がってます。遊びやすくてでもちゃんと戦える、そんな絶妙なバランスが好印象ですね。あとレベルの上がり方もテンポが良くてダラダラしないのが嬉しいポイント。短時間プレイでも達成感を得やすいので、日常に FF14 を取り込むにはちょうどいい作りになっていると感じました。もちろん本家の FF14 は言うまでもなく最高の MMORPG なんですが、その世界観とゲームシステムをここまでモバイル向けに丁寧に作り直してくるとは、やっぱりテンセントとライトスピードスタジオの開発力、そして資金力のなせる技といったところでしょうか。何より吉田さん本人が監修に関わっているという安心感、クオリティへの信頼感は段違いです。日本リリースは未定ですが、これは展開されたら間違いなく話題になる一本だと思います。ということで今後のアップデートやグローバル展開に期待しつつ、引き続きチェックしていきたいと思います。続いて紹介するタイトルは、ついに再始動したエピックセブンの開発陣として知られるスーパークリエイティブが手掛けるカオスゼロナイトメア。本作は2025年下期リリース予定で、ジャンルは新感覚ダークファンタジーローグライト RPG。対応プラットフォームは PC、iOS、Android と幅広く展開される予定。舞台となるのはカオスと呼ばれる異形の存在に侵食された宇宙。人類はその脅威に立ち向かうべく、超高性能宇宙船 SS ナイトメアに精鋭を集め、破滅の根源を断ち切る任務に挑ませます。プレイヤーはその作戦チームの一員。挑むのは毎回構造が変化するローグライトダンジョン。一歩間違えれば待ち受けるのはキャラクターの永続的なロスト。ということでガンスファイアーエムブレムのシステムが採用されており、仲間が戦闘不能になると復活できず二度と戻らないこの緊張感が本作の本質で、これはヤバいシステムがガチャゲーに登場。まだ詳しいガチャシステムについては公表されていないので、キャラガチャなのか武器ガチャなのか、はたまたスキル系のガチャなのか、ちょっとまだ全貌わからないんですよね。この辺について海外コミュニティのレディットでは賛否分かれており、永遠にいなくなるからこそキャラを慎重に使う知的刺激を感じられるといった意見や、これキャラガチャとして成立しないよねといった直球な意見なども出ており、どんな風になるのかある意味期待値高いですよね。
で、バトルシステムについては戦術と運が鍵を握るカードバトル形式の単性となっていて、各キャラクターごとにスキルカードをデッキに組み込み、リアルタイムで引いたカードを状況に応じて利用し、バフ・デバフの連携、スキル発動のタイミング、そしてピンチを切り抜ける切り札、その全てがプレイヤーの采配に委ねられます。戦略性だけではなく演出も注目ポイントで、ビジュアルは 2D チビキャラながら演出は緊迫感あるアニメーションで、暗く歪んだ世界観と可愛らしさを感じさせるキャラクターたちの対比がプレイヤーの感情を大きく揺さぶります。戦闘中に発生するパニック演出や狂気に蝕まれたモンスターとの対峙は、まるでホラーゲームのような恐怖と緊張感をもたらします。まるでホラーゲームのような恐怖と緊張をもたらし、一戦一戦が記憶に刻まれる体験と変わります。 SNS や Reddit ではライブラリー・オブ・ルイナやクロノアークを彷彿とさせる、カードゲーム好きにはたまらないバトル構造、絶望と戦略が共存する雰囲気が素晴らしいと、すでに高い注目が集まっています。7月中旬には事前登録がスタート予定で、グローバル展開も視野に入っているとのこと。ということで、一体どんなマネタイズになるのかものすごく気になりますが、 CBT もまだ行われてないっぽいので、今後プレイする機会があれば改めて新情報をお伝えしようと思います。ソーシャルゲームラボ。続いてのタイトルは2026年プレイヤーとモンスターがリンクするアニーモ。開発は中国広州に拠点を置くゲームスタジオオープリントスタジオ。ジャンルはオープンワールドペット捕獲変身型アクション RPG。 ちょっと長い。そして対応プラットフォームは Android、iOS、PC、Xbox シリーズ XS。 クロスプラットフォームで遊べる次世代ペットゲームとして注目されています。プレイヤーは広大な大陸エーデルコンチネントを旅する探索者となり、この世界に潜む不思議な生き物アニーモたちと出会い、絆を深め共に冒険していきます。単に集めるだけのペットゲームではなく、アニーモたちは個別の生態系を持ち、群れで生活し、夜になると行動を変える、まるで本当にそこに生きているような存在として描かれているのが本作の大きな特徴で、アニーモとはツイニングという特殊なシステムによってプレイヤー自身が一体化することが可能。飛行、滑空、水中探索、地中潜行などアニーモの能力を借りて世界を自由に駆け巡ることができます。探索とギミックの解放、そしてバトルにまで関わるこのリンクシステムがプレイヤーとペットの関係性の新たな形を表現しています。そして戦闘は状況に応じて2つのプレイスタイルを選べるのが魅力。1つはプレイヤーキャラクターを操作し、アニーモはオートでサポートする共闘型リアルタイムバトル。そしてもう一つはツイニングによってアニーモ自身として操作するプレイスタイル。共闘するもよし、自らアニーモの力で突撃するもよし、アクション性と戦略性どちらも味わえる自由なバトル体験が用意されています。アニメ調の演出は非常に高精細で、特に戦闘中のスキルカットインやアニーモの表情演出など手書きアニメのような柔らかい動きが際立ちます。これによりアニーモたちとの絆や感情がより身近により深く感じる設計となっています。2025年6月に行われた Xbox ゲームスショーケースで初公開された際には、その圧倒的な自由度と探索とペットと変身という要素の融合が大きな話題になり、ポケモン、ゼルダ、パルワールドの要素を取り込みつつも、それを超えるオリジナリティを感じさせるタイトルとして国内外から高い期待が寄せられています。そしてもう一つ気になる点が PV に使われている楽曲ですね。韓国のゲーム開発スタジオパールアビスよりリリース予定のドケビの PV 楽曲、ロックスターを思わせるようなシンセ、ギター、女性ボーカルのサウンドが特徴的で、実際アニーモの PV で明るさと切なさが同居するようなキャッチーなメロディーと軽快なリズムの組み合わせが特徴的で、視覚だけではなく聴覚からも冒険心をくすぐってくれる演出になっています。現時点で作曲者の詳細は明らかになっていませんが、韓国の有名プロデュースチームギャラクティカのようなプロフェッショナルによるオリジナル制作なのかもしれないです。何が言いたいかというと、ドケビどうなったってところですね。ということで、アニモは収集、育成、変身、共闘、探索とあらゆるプレイスタイルを組み合わせることができる新しいペット育成ゲームとなってます。現在ベータテスト募集していて、夏頃には実機プレイ映像なども出てくると思うので、新情報あれば改めてお伝えしようと思います。続いてのタイトルは日本の大人気漫画を題材とした新作 3D アクション RPG オルタナベルト青のエクソシスト外伝、通称オルエク。
開発配信はアニメとゲームの両分野でいろいろ話題のアニプレックス。リリース日は2025年6月25日。ジャンルは 3D アクション RPG。対応プラットフォームは iOS、Android、PC となっていて、物語の舞台はアッシャーとゲヘナという2つの世界が交差する悪魔とエクソシストが日常に存在する世界。原作ファンにはおなじみの聖十字学園町で突如炎に包まれた謎の見物100歳老閣。この事件を発端に主人公は特立捜査係というチームのリーダーとして悪魔事件の真相へと迫っていきます。本作の魅力は原作の人気キャラクターたちに加えて原作者加藤和恵先生が監修した完全オリジナルキャラクターが多数登場する点。クレハ・アトリをはじめとする新たなエクソシストたちが織りなすもう一つの青エクの物語がここに描かれます。戦闘はフル 3D アクションバトルでジャンプ回避コンボ、そしてド派手なスキル演出と奥義が展開される爽快感あるリアルタイムバトルが楽しめます。敵には属性の弱点が設定されており、水、火、土、木、灰、無の6属性を生かしてブレイクを狙う戦術も重要。バトルの派手さと戦略性を兼ね備えたアクション設計はスマホアクション RPG として非常に高い完成度を誇ります。パーティーは最大4人で編成可能。ソロプレイはもちろん他のプレイヤーとマルチプレイも対応しており、協力して強敵に挑むレイド要素も充実。さらにバトルだけではなくマイルーム機能を通してキャラ同士の交流や家具の配置、他プレイヤーの部屋訪問といったコミュニティ要素も楽しめます。オリジナルキャラ、原作キャラ、重厚な世界観、爽快バトル、豪華声優陣、まさに外伝の域を超えたもう一つの青のエクソシストとしてもうじきリリースですので、ぜひ興味ある方は遊んでみてくださいませ。ソーシャルゲームラボ。はい、今回は超話題の新作タイトルから進化系ペット収集型オープンワールド RPG、 そして日本が誇る人気 IP をベースにした注目作まで幅広く紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どのタイトルも個性と魅力がギュッと詰まっていて、これ絶対ハマると思わせてくれる作品ばかりですよね。すぐにリリースを迎えるタイトルもあれば来年以降に登場予定のものもあり、ゲームファンとしては今からそわそわしちゃいますね。視聴者人気の中でも今回紹介したタイトル以外に気になるものがあればぜひコメントくださいませ。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。